こんにちは。人を巡る旅はみにくチャンネルです。稚内から西側沿岸を南下していきます。向こうがなったのか。あれはさっきこのノシャップ岬のすぐ近く、日本最北の日帰り温泉として知られる稚内温泉ドーム。いい天気になったな。あ、そうなの。9時45分から夜10時までやってんだ。ここでお金払うのかな。ここで1万円使えないな。これ使える。1990年代に日本最北端の都市で本格的な温泉施設を整備しようという計画が進められ、その成果として1996年に地下約1200メートルから湧出する温泉を利用した稚内温泉がオープン。北海道の他の地域のような硫黄泉は少なく、塩化物泉を主体とした温まりの良い泉質となっています。館内は健康増進施設らしく広々とした作り、湯上がりもゆったりと過ごせます。なんだろうな、これな。滑り台があるわけじゃないよね。大浴場、露天風呂、湯根、打たせ湯、ジャグジー、薬湯、高温サウナ、ミストサウナなど多彩な浴槽が並んでいます。天気が良ければ露天風呂から利尻富士や礼文島を望めます。日付のスタンプが入った証明書。もうやっぱ日が当たると全然海の色が違うな。遠いな。別動画で360度のものをアップしますので、興味がある方はご覧ください。100均で VR ゴーグルも売ってるようなので、私も試してみようと思っています。サロベス原野の片隅に時の流れを静かに語る朽ちた展望台があります。かつて多くの旅人がこの場所から湿原を見渡し、遠く利尻富士を眺めたのでしょう。登れればなんかその景色良さそうだけどね。今では木材は風雨に色あせ、自然へと帰る途中にあります。ちょっと登りたかったね。パンケ沼は周囲約 8km、
湖面積約 3.5 キロ平方メートルを誇るサロベツ原野最大の湖沼。海水が混じる珍しい水湖として知られています。しじみ？ああ、本当だ。へえ。木道を歩いて沼に着くと視界を遮るものがほとんどなく、沼と湿原、利尻富士を一望できます。うん。あ、本当だ。あら、大規模装置と書かれた看板に引かれて山道を登っていきます。あれか。観光地にしては変わった名前。一般の観光客が入っていける場所かどうかも分かりません。すげえいっぱいいる。しばらく行くとメイン広場という場所があったので、ここでお昼休憩。今では見渡す限りの牧草地が広がる大規模装置。しかしこの場所はもともと広大な湿原。戦後の北海道開発の中で酪農を支える牧草地として整備された地域。大規模装置メイン広場は観光施設というよりもサロベツの大地を見渡すための展望スポット。どこまでも続く牧草地と北海道らしい雄大な風景。この土地の豊かさを静かに感じられる場所です。すごい景色だよな。でもやっぱ白りい道。本当だ。牛が点々といるね。ねえ、すごく広いね。ね。うわうわあ、すごい。ー。おちょっとやっぱりね。こっち側もだ。うわあ、そう大規模っていうだけのことはあるな。一匹足りませんだったら探すの大変だろうな。借り終えたら次のとこが生えてるな、絶そういるね。対。しばっか。みんなこんな広いとこで。この坂登れるんだもん、すげえな。すごい。これ登ってきたんだ。すごい。私たちはここを下って豊富温泉を再訪します。ふれあいセンターは昨日訪問したので、今度は川島旅館さんを訪問。世界でも珍しいとされている油成分が特徴の豊富温泉。弱アルカリ性で肌に優しく、皮膚をきれいにし殺菌効果のある重曹などを多く含む泉質に加え、豊富温泉の最大の特徴である油分は保温保湿効果が高いと言われています。日帰りやってます。豊富温泉で一番人気の川島旅館、2016年に建て替えられ、とてもおしゃれな外観。全館木造で木のぬくもりが感じられますね。あ、すいません。お風呂一人お願いしたいんですけど。1000円。レシートいりますか？お願いします。ロビー付近は吹き抜けになっていて居心地のいい空間。薪ストーブも設置され、寒い時期にはここでゆったりと暖を取れそうです。
食事や部屋の評判もいい宿です。何よりおしゃれで落ち着く館内は居心地がいい。独特の油の匂い。すごいな。綺麗だったし。豊富温泉のお湯をもう少し楽しみたくて、向かいのホテル風の宿を訪問します。豊富温泉を代表する大型宿の一つ、当時客から観光客までを幅広く受け入れる懐の深さが魅力。さまざまな方が快適に宿泊できるよう細やかな配慮が施された館内。湯船は豊富温泉本来の個性を味わえ、石油臭や油膜もしっかりと感じられますが、川島旅館よりはマイルドな印象。豊富温泉ならではの個性を残しつつも、誰もが入りやすい湯に仕上げられており、温泉好きはもちろん初めて訪れる方にも親しまれる温泉です。なかなかどこもちゃんと油の匂いがして、ここはしょっぱかったな。入れないよ。油臭い。豊富温泉から東へ向かい、猿払村を目指していきます。クッチャロ湖の少し北あたりを目指していきます。なんかね、ちょっとずつやっぱ違うんだよね。いや、だってスピードが全然違うから、あっという間に近寄ってきて、あっという間に来てる。2車線のアスファルト舗装から100メートルも走らずに砂利道に。ちょっと道がいい。総延長17,896メートル。後半は人の手の入っていない原生林の湿った道。これが橋なのか。水深表。天気によっちゃ水没するんだね、きっと。これって足でしょ？さあ、そうか。違うの？なんかずっとそう思ってた。なんかこれ通ってて急に雨降り始めたら身動き取れなくなったりするのかな、もしかして。一応これ道道732号線なんだ。もう書いてあった。すっごい。ラリーの道みたいだね。冠水時には通行止めになるようですが、道自体はフラットで走りやすい道でした。冠水時は通行止めになりますっていう。あ、終わった。伝えた。面白かった。泥沼か。うん。でっかい沼だな。ねえ。地図だとちっちゃいのにね。すごいよね。すごいな。で、こっちがオホーツク海でしょ。で、あそこは道の駅だもの。なんかスパゲティもそうで。また空車も。そう、ホテルさん作るの。しました。道の駅はこの左側にあった。宿泊施設やキャンプ場、温浴施設まで整い、旅人を迎える大きな拠点となっていました。キャンプ場がいいとこがあるけど、ペット不可です。道の駅はめっちゃちっちゃいです。あ、レストランも閉まってるね。
ホタテ刺身、ホタテかき揚げ丼、ホタテフライ定食。お土産用のホタテは結構値段がするし、温泉も空いてるのかよく分かりませんでした。時間書いてない。で、というわけで、いつものように車内で酒盛り。違った。切り落としだ。うん。お疲れ。あ、もう多分日本最北のホイコーロー。うん。オッケーオッケー。薄くはない。うん。うん。うん。7月7日。七夕。七夕だ。今日はまずホタテを買いに行きます。なんか海沿いに来ると天気悪いね。猿払村漁業協同組合が運営する直売所。日本有数の水揚げ量を誇る猿払産ホタテを中心にオホーツク海の恵みを購入できる場所。ここでしか味わえない特別なホタテ加工品2番炊き。昨日予約をしておきました。干し貝柱を作る工程で生まれる知る人ぞ知る逸品と評判です。もともとは商品として大量販売するものではなく、加工場内で働く人たちが味わっていたものと言われています。生産量が限られ、水揚げや加工状況によって販売できないこともあるため、入手困難な商品として知られています。コンビニかなんかあったら止まる？うん。あったらだけど。うん。多分これはずっと海沿いの道なんだよね。右方向です。13km 道なりです。やたらと景色のいい道だね。ただただ何もなくてまっすぐな道。本当に何もないな。意外とでもほらさ、視界がさ、ね、こんなじゃなかったから。餌ぬか線の特徴は電柱、看板、ガードレールなど視界を遮る人工物がほとんどないこと。これはまっすぐだね。いや、これはまっすぐだ。で、これ両側牧草地なんだよな、きっとこれ。ああ、そうだね。ねえ、あれ鹿じゃない？ああ、遠いやつに見えんの。鹿だね。ねえ。同じ顔してこっち見てるけど。じゃあね。まだまだまっすぐだ。まだまだまっすぐだ。すごいね。さっきまあでも牧草地だよね。ずっとまっすぐ。ほんとすごいな、まっすぐで。遠くから車が来てるけど、あれがいつここに到達するんだか。イベントは終了だから。もう何もないから今日。昼前だよ。そうは必要ってことだよね。ねおよそ 500m 先、右方向牧です。草ってどっかまで運んだりするのかな。例えば東北の牧場にとかあるか。あるかもしれないな。ここで消費するだけではないのかな。そういう商社みたいな感じの会社の看板は見たこと